第一次ネオジオン戦争解説。勝ったのは大義ではない。戦後を処理できなかった空白が次の戦争を招いた。序章。グリプス戦役の勝利はなぜ平和にならなかったのか。初見者のために先に全体の流れを抑える。第一次ネオジオン戦争、いわゆるハマーン戦争はグリプス戦役の直後に起きた戦後処理の失敗がそのまま武力化した戦争である。 UC0088 年2月29日、アクシズはジオン再興を宣言してネオジオンを名乗り各サイドへ制圧部隊を派遣する。同じ年の4月5日にグリプス戦役が終結した後もアーガマはシャングリラに寄港し児童たちをクルーに加えながら戦線を継続する。さらに8月1日にはアナーム・カーン率いるネオジオン軍が地球侵攻を開始し、10月31日にはダブリンへコロニー落としを実行する。12月25日にはグレミートトが反乱を起こしてネオジオンは内戦化し、 UC0089 年1月16日のコア3激突、1月17日のハマーン戦死によって戦争は終わる。だが終わっても連邦は秩序回復に成功したとは言い難く、その後も引き締めと再編を続け、ついにはロンドベル創設へ向かう。つまりこの戦争の本質はハマーンの野望だけではない。疲弊した勝者、機能しない連邦、縮小したエムーゴ、その空白にアクシズが国家として入り込んだことにある。第1章。戦後処理の空白。エウーゴは勝ったが統治する体力を失っていた。グリプス戦役の特徴は勝利した側さえ疲弊していたである。あの戦争でエウーゴはティターンズを倒したが、少数の艦と少数のエースに戦争を背負わせすぎた結果、連邦を立て直すだけの制度的体力を残せなかった。ティターンズ壊滅後に必要だったのは連邦軍の統制再建、スペースノイドへの制度的な救済、企業と軍事の癒着の整理だったのに、それに手が回らなかったと総括されている。第一次ネオジオン戦争はまさにその空白へアクシズが入り込んだ戦争である。ハマーンは単なる残党軍の指導者ではない。グリプス戦役の末期に戦略兵器と外交の現実を見切り、連邦とエムーゴが勝った後を設計できていないことを理解していた政治家である。だから彼女は正面から全地球圏を征服するより先に秩序が壊れた場所へ国家として入り込む道を選ぶ。第一次ネオジオン戦争の出発点は反乱軍の放棄ではない。崩れた秩序の継承争いなのである。第2章。 UC0088 年2月29日、ネオジオンは残党ではなく国家として名乗りを上げる。 UC0088 年2月29日にアクシズがジオン再興を宣言し、ネオジオンを標榜して各サイドへ制圧部隊を派遣している。4月5日にグリプス戦役が終結する一方で、アーガマは3月1日にシャングリラへ寄港し、3月16日にはダブルゼータガンダムが稼働している。ここで重要なのは戦争の終わりと次の戦争の始まりがほとんど切れ目なく接続している点だ。つまり連邦は前の戦争を終わらせるのと同時に次の戦争に巻き込まれていた。しかも今回はティターンズのような連邦内部の怪物ではなく、明確な旗と理念と継承の物語を持つネオジオンが相手である。ハマーンが強いのは軍事力だけではない。彼女はザビ家の残響、ジオン再興、スペースノイドの不満という宇宙世紀の未解決問題を一つの政治言語に束ねることができた。ここで連邦が不利なのは、前の戦争でティターンズは連邦ではないと言い切った結果、逆にでは本来の連邦とは何かを実務として示さねばならなくなった点である。しかし現実にはそれを示すだけの再建速度も政治的求心力もなかった。ネオジオンはそこをつく。戦争は軍事侵攻で始まるのではない。まず正当性の空席を奪うところから始まる。第3章。シャングリラ。子供たちが継いだ戦争は英雄の欠員を物語る。アーガマは UC88 年3月1日にサイド1の一番地コロニーシャングリラへ寄港し、その後自動ワーシタと仲間たちがクルーとなる。3月16日にはゼータガンダム頭部損壊を受けてコアトップが到着し、ダブルゼータガンダムが稼働した。この流れを単なるパイロット交代劇として見ると本質を見失う。作戦士として重要なのは連邦側の主力があまりにも薄くなっていることである。ブライトはいる。アーガマもある。だが前の戦争で国家を背負うべきだった大人たちは
戦死し、離脱し、消耗し、行方不明になった。結果として戦争の最前線を埋めたのが児童たち子供の世代になる。これは熱血の物語であると同時に、組織としてみれば異常事態だ。本来なら戦後の安定化に必要なのは正規軍の再建、補給網の整理、植民地行政との交渉、月、再度、地球の政治調整である。だが実際に前線で戦っているのは寄せ集めに近い艦と若年層のクルーと全体戦の生き残りである。第一次ネオジオン戦争がダブルゼータで独特の軽さと暗さを同居させるのはここだ。明るい少年少女が戦っているように見えるが、その明るさは後ろにまともな国家がいないことの裏返しでもある。ハマーンが見ていたのもそこだ。彼女は今の連邦には長期戦を支える筋肉がないと知っている。第4章、地球侵攻。ハマーンは地球を征服するためでなく、連邦の弱さを露出させるために降りる。ルシー0088年8月1日にハナーン・カーン率いるネオジオン軍が地球侵攻作戦を開始し、8月29日にはダカールを占拠している。ここで大切なのは、ネオジオンの地球侵攻をジオンだから地球に攻めてきたと単純化しないことだ。ハマーンは地球全土を高級支配できるほどの補給力も人口も持っていない。それでも侵攻するのは地球連邦政府が自らの中枢すら守れないことを示すためである。グリプス戦役でダカール演説が意味を持ったのは、地球側の政治中枢が連邦とは何かを問う舞台だったからだ。ならばそのダカールをネオジオンが抑えることの意味も大きい。これは単なる都市占領ではない。前戦争で取り戻したはずの政治的部隊を今度はハマーンが踏み荒らす行為である。つまりハマーンの地球侵攻は軍事的侵攻というより政治劇場のダッシュだ。連邦に向けてはお前たちは地球すら守れないと示し、スペースノイドに向けては地球中心の秩序はもう古いと示す。大軍で制圧するより弱い場所を世界中に見せる。その方がこの時期の連邦には効く。なぜなら彼らはまだ正気な国家として振る舞っているふりだけは必要だったからである。第5章、ダブリン落下。コロニーは兵器である前に連邦の倫理を試す試験紙となる。 UC0088 年10月30日にコロニー落としが発覚し、翌31日にネオジオンはダブリンへコロニーを落下させた。アーガマはアウド村と合流し、この戦いで隼人小林が戦死する。ダブリン落下は威嚇の孤児として行われ、しかも連邦政府高官は多数の民間人犠牲を承知で沈黙し、一部住民の退避はデウーゴとカラバの現場対応に依存していたとされる。ここが第一次ネオジオン戦争の政治的革新である。コロニー落としというと一年戦争のブリティッシュ作戦の再演として見られやすい。だがダブリン落下の恐ろしさは落とした側だけで完結しない。連邦が自国民を見捨てる判断をしたことまで含めて事件だからだ。ハマーンの残酷さはもちろんある。だが彼女は同時に連邦政府が自分たちの中枢さえ守れれば周辺住民は切り捨てるという本音を暴き出した。グリプス戦役でティターンズは暴力で正当性を失った。第一次ネオジオン戦争では連邦政府そのものが無責任で正当性を失う。ここで戦局推移の第一の要点が確定する。ネオジオンは地球を破壊することで勝とうとしたのではない。連邦に守る気がないことを世界へ見せることで勝とうとした。ダブリンはその成功例である。戦術的な被害以上に政治的な腐敗が露出したからだ。第6章、サイド3譲渡構想。連邦は戦う前に交渉で敗北しかけていた。 UC0088 年10月26日に連邦首脳によるサイド3譲渡の方針にブライトとジュドーが異を唱えて抗禁されている。さらにダブリン落下後、連邦政府がサイド3をハマーンへ譲る方向へ傾いたことは外部資料でも触れられている。ここは軍事史というより政治史の話だが、むしろこちらが重要である。連邦はこの時点でネオジオンを打倒するための戦争計画より
どこまで渡せば自分たちは延命できるかという取引へ傾いている。つまり中央政府は宇宙世紀の秩序を守る主体ではなく、自分たちの椅子を守る主体になっている。ハマーンが強いのは連邦の恐怖心を読めるからだ。彼女は連邦が本気で反抗するより局地的譲歩と融和で時間を稼ぎたがることを知っている。だからこそ地球侵攻、ダブリン落下、サイド3交渉という流れは一つにつながる。これは軍事侵攻の連続ではない。恫喝、見せしめ、譲歩強要の三段構えである。グリプス戦役編が戦略兵器は撃つことより撃てると見せることで秩序を歪めるなら、第一次ネオジオン戦争のコロニー落としも同じだ。ダブリンは単なる虐殺ではなく、交渉テーブルそのものをネオジオン有利に傾けるための政治兵器だったのである。第7章、メールアーガマ、縮小したエグーゴはもはや国家の代理ではなく局地戦部隊になる。 UC0088 年11月3日、ネールアーガマが就航する。だがその後の展開を見ると、これは大反攻の合図というより残された前線戦力の再編に近い。さらに UC0089 年1月4日にはネールアーガマが連邦とエウーゴの支援を待たずに行動を開始している。この事実は重い。かつてエウーゴは少なくとも連邦の別系統として政治を変える旗を持っていた。だが第一次ネオジオン戦争の終盤ではもはや全体戦略を支える巨大組織ではなく、現場で戦局をどうにかつなぐ部隊へ縮んでいる。ブライトが戦えるのは現場指揮官として有能だからであって、後ろに巨大な国家があるからではない。児童たちが勝てるのも艦の外にしっかりした秩序があるからではなく、むしろ後ろが崩れているから前へ出るしかないからだ。ここで第一次ネオジオン戦争の第2の要点が生まれる。この戦争では連邦もエウーゴも勝ち方を持っていない。現場だけが戦っている。ネオジオンはそれを理解しているから、全戦線で圧倒するより政治と局地戦をつなげて相手を圧迫する。第8章、グレミーの反乱。ネオジオンは強すぎたがゆえに自戒の火種も抱えた。 UC0088 年12月25日、グレミートとが反乱を起こしてアクシズを乗っ取り、双方の艦隊が対峙する。グレミー派とハマーン派の分裂によりネオジオンは内戦へ突入し、フルシリーズを含む戦力が互いを削り合う展開が示されている。ここでハマーンが敗れ始める。連邦やエルーゴが反攻に成功したからではない。ネオジオン自身があまりにも急速に国家化しすぎたからである。ハマーンの体制はカリスマ、ザビ家の正当性、軍事力、そして恐怖によって成り立っていた。だが国家はそれだけでは持たない。後継秩序、権力分配、誰が次を継ぐのか、どこまでが忠誠でどこからが野心か、その線引きが必要だ。グレミーはそこをつく。彼は単なる若者の反乱ではない。ハマーン体制が急増国家であることを暴露する内部矛盾そのものだ。つまり第一次ネオジオン戦争の勝敗を決めたのは連邦の底力ではない。ハマーンが外へ向けていた圧力を内側へ向けざるを得なくなったことだ。強すぎる指導者はしばしば敵より先に味方の継承問題で崩れる。ネオジオンも例外ではなかった。第9章、コア3とアクシズ。最後に戦場を決めたのは誰が秩序を持続できるかだった。 UC0089 年1月11日にはラビアン・ローズが合鎮し、1月13日にはマシュマーが戦死、1月16日にはアクシズがコア3に激突してグレミートとが戦死する。翌1月17日、ジュドーとハマーンの決戦の中でハマーン・カーンが戦死し、第一次ネオジオン構想は終結した。この最終局面で重要なのはどの陣営もまともな意味での勝者ではないことだ。グレミー派は自滅した。ハマーン派も勝ちきれない。連邦は決定的な反抗主体に慣れていない。エウーゴは局地戦部隊へ縮小している。それでもハマーンが最後に敗れるのは彼女が個人として弱かったからではない。彼女の構想が強大な指導者一人の政治意志に依存しすぎていたからである。ハマーンは秩序を打ち倒す力を持っていたが、その後に持続する秩序を制度として残しきれなかった。児童との決戦は単なるニュータイプ同士のぶつかり合いではない。あそこには世界を上から設計しようとする大人と、壊れた世界でも人間を見捨てないで進もうとする子供の衝突がある。軍事的にはハマーンは優秀だった。政治的にも鋭かった。だが最後に負けるのは
彼女の秩序が人間を守る秩序ではなく、選別する秩序だからだ。そこで儒道の側が未熟でもなお未来側に立つ。第10章アフターアクションレビュー。第一次ネオジオン戦争は連邦が救われた戦争ではない。戦争終結後 UC0089 年5月1日に連邦軍が大質量がステロイドの管理体系を再編成し、8月25日にはスペースの井戸寄りコロニーへの経済制裁など引き締めを強化している。そして UC0090 年3月21日には外角侵攻部隊ロンドベル隊が設立される。この並びは非常に示唆的だ。もし連邦が本当に第一次ネオジオン戦争から教訓を学んだなら、必要なのは和解、代表性の回復、宇宙住民への制度的信頼の再建であるはずだ。だが実際に進むのは管理の再編と締め付けの強化である。つまり連邦はハマーンに勝ってもなお問題を根本から解く方向には進んでいない。ここでこの戦争の最終的な教訓が見える。第一次ネオジオン戦争はネオジオンの敗北で終わったが、連邦の再生では終わっていない。むしろ連邦はまた別の強い部隊を作って対処するという発想へ戻っていく。その延長線上にロンドベルがあり、そのさらに先にシャアの反乱がある。だからこの戦争を一本の線でまとめるなら、転換点は5つある。第1にグリプス戦役後の空白で勝者が統治能力を失っていたこと。第2にハマーンがネオジオンを残党ではなく国家として立ち上げたこと。第3に地球侵攻とダブリン落下で連邦が自国民を守る意思すら疑われたこと。第4にサイド3譲渡構想で連邦中央が戦う前から政治的に屈しかけたこと。第5にグレミー反乱でネオジオン自身が内部崩壊したこと。この連鎖がハマーン戦争の勝敗を決めた。勝利は連邦の強さがもたらしたのではない。連邦の弱さ、ネオジオンの強さ、そしてその強さが抱えた自戒の種が互いにぶつかり合った結果として残ったものに過ぎない。終章。なぜ宇宙世紀はまた次の戦争へ向かうのか。グリプス戦役は戦争の勝敗は敵を倒すことより勝った後に国家を回せる設計を残せるかで決まるだった。第一次ネオジオン戦争はその命題に対する最悪の追試である。ハマーンは倒れた。グレミーも滅びた。儒道は勝ち残った。だが地球圏の構造問題は何も片付いていない。地球中心の政治、宇宙住民の不信、巨大兵器への依存、外核部隊による場当たり的対処、そして本気で改革するくらいなら危機管理で延命する方が楽だという連邦の性格もまた残る。だから第一次ネオジオン戦争は単独で完結した戦争ではない。これはグリプス戦役の戦後失敗が形を変えて再来し、しかもなお解決されなかった戦争である。ハマーンは敗れたが、彼女が突きつけた問いは敗れていない。連邦は勝ったが、その勝利は信頼を回復していない。そして宇宙世紀はこの未解決のまま、次の第二次ネオジオン戦争へ転がっていくのである。チャンネル登録、高評価お願いします。